はい、こんにちは。今回はシャープ4でやったウィジェットのバインドを使った表示方法以外の方法をやっていきたいと思います。なぜバインドじゃない方法にするかというと、このバインドを使うとここの値をマイフレームチェックするということで、60fps の場合1秒間に60回ここの値がいくつなのかをチェックする処理が走っているようで、ティックを極力使わないようにするようにバインドも必要ない場合は使わない方がいいということのようです。なお今回の内容は猫でもわかる UE4 を使ったゲーム開発超初級編シャープ7 UMG を使ってスコアなどの UI を画面に表示してみようを見て学んだ内容になります。見てない人はこちらも確認してみてください。はい、じゃあやっていきましょうか。プレイをしてみて、まずコインを取ると1、2、3っていう形で、この表示自体は正しいんですが、処理の仕方をより適切な方法に変えていきたいと思います。で、ここから修正していくんですが、修正する場所はこのブループリントの 2D サイドハット HUD を修正していきます。ダブルクリックから、このコインですね。このコインバインドバインディングを取り除くすることで、とりあえずバインド状態は解除されます。で、ついでにこのスコアの方も一緒にバインドの設定を解除しとこうかなと。バインディングを取り除く。ちなみに他のところもバインドを解除したいんですけど、ちょっと今日はこのコインとスコアの部分だけで説明していこうと思います。で、この2つ、コインとスコアのテキストを選んだ状態で、この isVariable のチェックをスコアとコインに対して isVariable を入れることでコンパイル保存。この状態でこっちのグラフの方でこのテキストが変数化されて、グラフの方からこのテキストを編集というか触れるようになります。で、ちょっとこの変数の値、テキストボックスっていう状態だとちょっとどっちがどっちか分かりづらいので、このテキストボックスを名前 F2、ショートカットだと F2 で右クリックから名前変更でテキストブロックに対してはテキストブロックスコアカウントにしますか。コイン、こっちのコインに関しては F2 で名前を変更でテキストブロックアンダーバーコインカウント名前をつけてコンパイルして保存でグラフに移動して、グラフの方でまだこのコインバインドとスコアバインドっていうのは一応生きていて、ただバインド状態、こっちのコンテンツからのバインド状態ではないんですけど、一応関数は生きてるので、この関数を、別にこのコインバインドのままでもいいんですけど、一応バインドから変えましたよっていうのを分からせるためにコインテキストってしておきます。これはなんていうんだろう。バインドからテキストに変えたっていうことを自分で分かりやすくするためだけなので、バインドのままでもいいですけど、ここコインテキスト、スコアテキストをチェック入れとこうと思います。で、コインテキスト、これをどうやったら修正できるかっていうと、まずこの変数テキストブロックコインカウントをゲットで持ってきて、このリターンノードに関しては、今までそのバインド先に接続してたんですけど、これがいらないっていう形になります。で、このなくなったリターンノードの代わりにテキスト、必要なのはセットテキストって打つことで、セットテキストが、選べるので、これをつないであげると、リターンノードの代わりにセットテキストが設定されます。ただ今のところそのバインドの時はマイフレーム常にここが走ってたんですけど、ここを何かしらで起動させなきゃいけないっていう状態になっています。とりあえずこの状態で一旦コンパイルして保存して、でこの 2D サイドハットが今のところこのゲームモード 2D サイドスクローラーゲームモードっていうところで表示をさせているので、ここからこの変数、このハットをどこからでも呼べるようにしたいと思います。でこの変数を呼ばせるためにブループリントインターフェースをもう一個ゲームモード用のブループリントインターフェースを用意したいと思います。ブループリントインターフェースめっちゃ下の方にある。BPI アンダーバーゲームモードアンダーバープレイ中のゲームモードっていう扱いで、このゲームモードの関数に BPIアンダーバーゲームモードアンダーバープレイ
穴場、ハットの HUD のリファレンスを運ぶ用の関数を用意します。で、アウトプット欄に HUD アンダーバーレフアウトとすることで、このブーリアンのところに 2D、この 2D サイドハットを呼びたいので、この 2D サイドハットのオブジェクトリファレンスを選択します。で、この状態でコンパイルして保存。そこまでできたら、ゲームモード、2D サイドスクローラーゲームモードに戻って、まずちょっとこのハットが変数化されていないのを変数化します。変数に変換。ここで右クリックして変数に昇格をすることで変数にできるので、一旦変数にして、Adobe ポートの間に置いとくと、並び的に綺麗かなと思います。で、名前は HUDref にしときます。ちゃんとウィジェットブループリントみたいな WBP なんちゃらかんちゃらって打ってもいいんですけど、一応ここはそんなにたくさんいろんなものを置かないので、HUDref っていう形で表示させておきます。で、あとはクラス設定。このクラス設定を、選んだ状態で、ブループリントインターフェースを実装と BPI で、ゲーム、BPI ゲームプレイ、BPI ゲームモードプレイを選択してコンパイルして保存。で、この状態で、ここのリターンノードのこのブループリントインターフェースの関数をダブルクリックで開いた状態で、ここにさっき変数化しておいた HUDref をリターンノードにつなげます。こうしておくことで、このゲームモードを呼んでくれば、どこからでもこのオブジェクトリファレンスというか、この HUD の変数をもらってくることができるっていう形になります。ここまでできたら、次にブループリントのオブジェクトの中の BP ピックアップ9、コインですけど、このコインを開いて、コインを取ったら、このPP ゲームインスタンスの数字が変わって消えるっていう扱いのところの、ここの数値が変わったらっていうところに、ゲームモードで、ゲットゲームモードを選んで、ここから BPI と選んで、この BPI ゲームモードプレイ HUDref っていうメッセージを受け取って、で、この HUDref アウトっていうところから、HUD のコイン、関数呼び出してコインテキストですね。で、ここに対して、ちょっと実行ピンがないと、おそらくここはちゃんと走ってくれないので、これなんで実行ピンがないかっていうと、この 2D ハットの、ここの関数が今、この左下のこの純粋っていうところにチェックが入ってるんですけど、ここにチェックが入っていると、純粋に計算だけしますよっていう実行ピンがない状態になるので、ここの純粋のチェックを切ってコンパイルして保存して、ピックアップの方に戻ると、ここに実行ピンが増えているので、ここでこのコインのテキストの関数が呼ばれるっていう感じですね。とりあえず試しにこの状態でプレイしてみましょう。この状態だと、今スコアの方はいじってないので、スコアは多分変わらずに、コインはブループリントインターフェースで調整したので、コインだけは一応走る状態になっています。バインドじゃない状態で走るっていうのが、ここで組まれたっていう感じですね。コイン取ったらっていうところだけですけどね、今のところ組んだのが。あとは、この辺のキャストだったりっていうところも解消していく形で整理していこうと思います。このコインなんかは、シャープ4の時に作ってから全く触ってないので、コリジョンの設定も全く変えてないっていう状態で、このオーバーラップになっているのを、このピックアップアイテムにすることで、プレイヤーとしかオーバーラップしないっていうことになるので、ゲーム上の設定であれば、このキャスト、プレイヤー 2D キャラクターとの接触かどうかを判定する必要がないので、オーバーラップ何かがオーバーラップしたら、もうコインの設定が走るっていう状態にします。で、あとはこのゲームインスタンスでこのコインカウントアップとスコアカウントアップをここで設定してるんですけど、ここをちょっと増やしましょうか。ここの設定をブループリントインターフェースのBPI ゲームインスタンスを開いて、で、今このスコアとレベルビギンっていうのがあるのをもう1個増やして、関数1個増やして、BPI ゲームインス
タンスアンダーバーコインカウントで、この関数にアウトプットピンを1個増やして、この状態でインプットの値にゲットポイントでブーリアンからインテジャーに変更しますって感じかな。アウトプットはちょっと特に必要ないんですけど、ここにチェックを入れることで関数としてイベントとして呼ぶ形じゃなく、普通に関数として使う場合にちょっとアウトプットがあった方がちょっと処理がしやすいので、アウトプットを増やし、名前は何でもいいんですけど、アウトプットを増やしておき、でそこまでやったらコンパイル保存してゲームインスタンスの、このインターフェースの中に新しくこの BPI ゲームインスタンスコインカウントっていうのが増えているので、ここに対して昔作ってるこのコインカウントアップっていう関数の中身をもらってきて、このコインカウントアップ BPI の方にちょっとショートカット間違えた。これでもいいんですけど、最近この1足すだけだったらプラスプラスでいいんじゃないかっていうのをちょこちょこ見るので、これを使っていきましょうか。このコインカウントが選ばれたっていうか、ここのコインカウントがブループリントインターフェースで呼ばれて、ちょっとこのスコアカウントの値も持っていきましょうか。よいしょ。コインを取ったら、ポイントがいくつかっていうのもここで処理しちゃおうかなと思います。で、ここのスコアの数値が変化した状態で、ゲットゲームモードを選んで、ここから BPI アンダーバー BPI ゲームモードプレイのハットレフ、これを呼ぶことでハットのリファレンスが呼べるので、ここにコインテキスト、コインテキストっていう関数ですよね。関数っていう分かりやすくするためにはテキストよりコインファンクションとかの方がいいかもしれないですね。で、とりあえずここに呼んだ状態でコインテキストをダブルクリックでコインテキストまで飛んで、こうすることで、あとはここにこの値を渡してやろうかっていう話ですね。ダブルクリックで開いて、でこの値をちょっと近づけて、でこのブループリント便利だなと思う部分ですよね。ここにチェックをちょんと入れれば、こっち側のゲームインスタンスの方にここにバリューっていうのが増えているので、ここの名前をこの左下の方にこのインプットっていうのが出てるので、ここの値をコインカウントにして、でもう一個ついでっていう形で、ここにスコアカウントの方をテキストを呼んできて、ちょっと出すのがめんどくさいのでコピーして持ってきて、こうでいいか。スコアカウントの方の、ここのテキストのつながりを持ってくるために、このスコアテキストのところから、この to テキストインテジャーを持ってきて、よいしょ。ここのマキシマムインテグラルなんちゃらとかっていうあたりの、設定したのを、もう一回設定するのが、確認するのがめんどくさいので、すでにできているものをもらってきます。で、ここの数値をスコアカウント。これで保存して、この状態で、ゲームインスタンスに行って、ここのコインカウントの値をこっちに、スコアカウントの値をこっちにっていう形で、こんな感じにやっとくと、よいしょ。このブループリントでゲームインスタンスの数値を修正したら、その修正した値をコインカウント、コインテキストにセットするっていう、コインテキストの関数にセットするっていう状態になるので、そこの設定を、全部やってしまうことによって、ここに今、そのゲームインスタンスの、キャストから呼ばれた関数で処理をしていたところを、これ全部、ここの値を BPI のゲームインスタンスのコインカウントの関数に対して、コインカウント、コイン1個取ったら、いくつだっけ ?100 点。ゲットポイント100。ゲットポイント100にして、もうあとはこの辺もコインのカウントの中に入っているので、
こうでいいんじゃないかな。こうすることで、これだけたくさんあったノードが、このゲームインスタンスの関数1個で処理できるっていうことになりますね。ここに100って打っておくことで、ゲームインスタンスの、ここのポイントが100で、スコアが100増えます。コインは1個取ったら1個増えます。で、コインカウントの関数に飛びます。セットされますっていう状態ですね。あとはこれが正しく処理されるかっていうのを、今敵を倒した状態だと、スコアが更新されないので、ちょっと変な数値が最初入ったんですけど、とりあえずコインとスコアがバインドを解除した状態でも変化する状態になりました。あとは、今プレイした時も敵を倒した時にスコアが更新されていなかったのを、これに関しては前にゲームインスタンスの中に作った BPI ゲームインスタンススコア、ここにテキストの関数に飛ぶように設定すればいいかなと思います。まずそこを設定するためには 2D サイドのこのハットの設定の中のコインテキストっていうのは純粋化を切ったんですけど、スコアテキストっていうのがまだ純粋化のままなので、純粋を切って、切るとこの青い状態になるので、緑色の状態は純粋な関数っていう状態ですね。で、スコアを純粋化から解除することで、ゲームインスタンスに戻って、ここにこのハットの関数に飛ばすっていうのを、コインカウントの方にもうすでにこういう処理を組んであるので、ちょっとこのブループリントを呼ぶのを、ここからコピーして、スコアの方に持ってきます。あとはここからスコアで検索すれば出るかな。スコア。関数呼び出しスコアテキストですね。スコアテキストで、このスコアテキストのつなげ方を、ここもこのスコアテキストの方に数値はいくつですかっていうのを、このバリューの値をスコアカウントとか、別にこれ A でも B でも何でもいいんですけど、受け渡しするときに値が何なのかが分かりやすくしておいて、あとはこの辺のゴミは捨てて、コンパイルして、ゲームインスタンスの方で、ここの値が見えてきているので、ここにつなげれば、この関数が走るときには、この値がセットされますっていう状態になりますね。で、コンパイルして保存して、で、あとはここのリターンノードが、リターンノードだと、何も変わらないので、ここの値をスコアテキストブロックのスコアカウントをセットテキストを選んで、こういう形にしておけば、コインを取ってない時でも、プレイをすると、敵を倒してスコアが200上がるっていう状態ですね。あとはコインを取って、コインのカウントとスコアが問題なく動くと思います。バインドじゃない方法っていう形ではこういう形かなと思います。あとはこのライフバインドとレベルバインドに関しては、同じなのでコインとスコアと同じ形で修正すればいいかなっていう形なので、ただ説明に時間がかかるだけなので、ここは正式に直す場合はちゃんとこっちと同じように直せばいいかなと思います。あとはタイムバインドに関してはちょっとこれあれなんですよね。このプレイヤーの方でカウントの処理を組んでいるのが、今回説明するにはちょっとめんどくさい処理をしているので、もはやこんな組み方をしているとゼロから組み直したい感じだったりもするんですけど、こっちはちょっと今日やった内容で済むかっていうとちょっと違うんですけど、このタイムバインドに関してはなんか要望があったらやるかもしれませんって感じですかね。で、あと1箇所、今回のバインドの件と、全く関係ないわけではないんですけど、この単純にプレイをしてるとゲームオーバーの時にエラーを吐くっていう症状があって、ゲームオーバーの際になんでエラーが出るかに関しては
このゲームオーバーのハットを開いてもらって、このタイムのところに、ここバインド、コピーして持ってきたんでバインドしてあるんですけど、単純にここのバインドを取り除けばエラーは起きなくなるんですけど、なんでエラーが起きるかに関しては、このタイムバインドの呼び出し先にプレイヤーっていうのがあって、ゲームオーバーの時にはプレイヤーはゲームオーバー画面にいないので、この値が取ってこれませんよっていうエラーが出てたんですけど、一応バインドを解除しておくとこの関数が呼ばれることがなくなるので、一応エラーは出なくなりますっていう感じです。っていう感じで今回はこの辺のバインド、まだライフとかはバインドがかかってるんですけど、このバインドを使わない方法っていうのと、なんで使わない方がいいのかっていう説明をした感じなんですけど、こんな感じで伝わったでしょうかって感じですね。で、次回からはいくつか質問をもらっていて、その質問に答える形の方法論をやっていきたいと思います。次回の分は迫り来る壁っていう感じでやってみようかなと思います。っていう感じで、次回もよろしくお願いします。